Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this talk 今日は夫と一緒にアミアへ向かう日。 it's all I know. パリ地方はとってもいいお天気。さて、アミアンはパリ郊外から長距離バスで約2時間の道のり。バスはアミアンの市街地へと入ってきました。とっても良いお天気。今日は一旦宿泊予定の家へ荷物を置いて、それから町の中心へ行って明日の飲みの市の下調べをする予定。明日が飲みの市の当日だけど、実は今日の夕方頃から少しずつお店の設置が始まります。ボネケ本舗。バスが到着したのは大きな公園沿いの道。これから一泊する予定のお家まで、この綺麗な川沿いを歩いて行きます。すごく綺麗な場所なので見間違いです。この川、水もすごく綺麗で、うちの近所の運河と大違いです。わあ、綺麗。ボネケ本舗。買いました。モノプリで見つけて買いましたよ、これ。はい。懐中電灯です。もうやる気満々です。朝6時から行くそうです。頑張ってね。懐中電灯は早朝から品物を見て回るため。Tu penses qu'il faut acheter d'autres piles ou non, ça va? 夕方から設置が始まっているお店をちょっと見てみるために視聴者のある広場へやってきてみると、そこでこっち見てくれる？今日前日なんですけど、なんか私の動画をご覧くださってる方に声かけていただいて、オランダからいらっしゃったそうです。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。明日、じゃあどっかでまたお会いしますね。はい。お声をかけていただいて嬉しかったです。ありがとうございました。晩ご飯を食べるレストランを探す前に、ちょっと大聖堂を見に。前回はしっかり大聖堂の中を見たので、今回は外観だけ。やっぱり美しいですね。そこからレストランを探しながら歩きます。このメリーゴーランド、前回にも見た記憶があります。ここから駅は確かもうすぐのはず。駅からほど近いパン屋さんで明日の朝食用のパンを買いました。ダイエット中の夫もふと足を止めて見入った美味しそうなケーキ。そして夕飯はフォーが美味しそうなこのお店へ。ちょっとお腹の調子が悪いのですっきりしたいから久しぶりに一品頼んでみました。チンタオです。はい、チンチンプードマン。エビのフォー、コリアンダーもたっぷり、美味しそう。夫が頼んだのは牛の肉団子のフォー。よかったね。なんかフランスに来てから一番美味しかったフォーでした。すっごく美味しかったです。私の残したエビを取ってもまだエビを探そうとセラドゥにエビ一つ取られました。夕飯の後外へ出てみたら、もう商品が並べられているお店が。早速夫は絵画を吟味中。暗闇の中見て歩くのはなんだか宝探しみたいで、早くも気分が高揚してきます。アビアンの飲みの市は前日から始まっているというのはこういうことなんですね。なんだかお祭り気分でとっても楽しい。夫はまた何か気になる絵を見つけたようです。
夕方に買ったばかりの懐中電灯を早速活用していますね。なんだかこのまま朝までずっとお店の散策ができてしまいそうなくらいにとっても楽しい。素敵な棚を発見。 Ah bah c'est le même truc que il y a plein de trucs. もうすでに買い物カートにカゴを乗せてる人もいますね。かなりな数が揃っているセットのお皿もありました。これはベンツのフロントグリル？こんなものまで売られているんですね。そしてこんなのも。すでに結構な人がお買い物を始めていますね。でも早く寝ないと明日早起きができませんからね。この辺で宿へ戻りましょう。ボネケ本舗。来ました。本当4時ぐらいに来ようとか言ってたけど、結局この時間になりましたよ、やっぱり。この辺から見ていきます。どうかな？一旦4時に飲みの市を見に行った夫は、特に何も見つけられなかったよう。いくら懐中電灯があっても、暗闇の中、版画を探すのは大変ですものね。かわいいランプがある。45、35。かわいい。かわいいね。ねえねえ、かわいいのあります。これかわいい。これかわいい。1軒目からかわいいを連発です。かわいくない？かわいいね。の？これかわいいと思うけど、じゃん、これ見て見て、かわいいでしょ？夫は全く興味がなさそうですね。これも綺麗。オッケー、まだ大丈夫、始めたばっかり。あ、ちょっと待って。かわいい。12ユーロ。かな？わあ、どうしよう、もう欲しいものが、1、2、3つもあります。初めの1軒目でもう3つもあります。どうしよう。あ、これ置きっぱなしよ、あなた。どれ、じゃあ私が引いてきます。あ、35。Je vais acheter ça. T'en as déjà un? Il est bleu celui-là. Et celui-ci il est moins cher. Il est 10 euros. Allez, on prend Ok. Non, je préfère celui-là. Ah, ça. これもかわいい。Ah oui. あ、これもかわいい。ほら。これとこれ？これ Là, と c'est これ。 la révélation. Là. Vous avez Il est fait. beau celui-là. Hein? Oui, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de marque. Ah, ok. Sur les maillots, c'est rare. Si, Ah. là, il y a le marque. Oui, hein. C'est pour ça qu'il est cher. Celui-là. Ah ouais, d'accord. Mais il est beau, hein? Mm. L'écossais, c'est très beau. Oui. Et avec ça ou sans ça? Tout ensemble. Tout ensemble. Ah, d'accord. Tu prends ça? C'est bien de multiplier les choses. Quand on a des gros murs, et quand on a des gros murs. Hein. Ça et ça. Vous faites un prix pour les deux? Combien le 30. 30 30 les deux? Oui. C'est bon? Ok. Un bon prix, hein. Ouais. Sympa, ouais. L'écossais rouge, peut-être, non?
Il couchait rouge. じゃん。すごい。うわ、綺麗。これも可愛い。このお店、素敵な食器がずらり。これ6ユーロこんなに大きいの。へえ。この辺も可愛い。ほら、ここは調味料入れ。こんなにある。揃ってる。全部で25。へえ。いやー。どうしようもつらい。でも欲しい。ここのもの、このまま全て丸ごと欲しい。これも綺麗。これは綺麗。どれかを選ぶなんて不可能と思えるぐらい、どれも欲しいものばかり。お、これも綺麗ね。ね。かわいい。かわいすぎ。もうため息しか出ませんでした。これで今朝からまだ3軒目のお店。まだ3軒目3軒目。すごい綺麗。アミアンの飲みの市場、やっぱり楽しい。もう心臓がドキドキしちゃう。すごいかわいい。かわいい。どうしよう。とりあえず他を見ようかな。もっと先へ進みます。夫はまた絵を発見。水墨画なのかな。キュートな赤いキャニスター。小さな引き出しが並んだ棚。美しいブルー。ソース入れ、ピッチャー、バルボティンヌのお皿。美しいスープ入れ。Ah bah c'est le monsieur de Dieppe. Ah oui. Bonjour monsieur, vous allez bien? ディエップの飲みの市で取らせていただいたムッシュでした。このアミアンの飲みの市の情報もムッシュからいろいろ教えていただきました。これもこんなの欲しいですね。リビングルームに。さあ、夫が指さす先にあったのはこれ。夫が興味あるみたいです。私はあんまり興味ないけど。OK？ OK？ 見てください。この大きな壺。見てこれ。こんな大きい。隠れられる。これ。すごい。ちょっと持って帰るの大変そうですね。買っちゃったら。鏡がこれ。金縁の鏡。でもちょっと大きすぎるかな。これはいくらだかわからない。素敵な鏡がある。ああ、家具が欲しい。買って帰れない。悔しい。絵画は結構あるけど、なかなか気に入るものはないようですね。の？Regarde.
夫が買った椅子にそっくりです。でも夫が買った方が綺麗だけど、でも物置にしまい込んでしまいました。私が好きなホーローのシリーズ、これ片手鍋ではなくて水切りでした。もうこっちももうどこ行ってもこんな感じでお店が続いています。私の持っているのと同じかと思ったけど、あれこれちょっと違う。クレモン、3クレモン。ちょっと違う、12ユーロ。ちょっと違う。まあまあかな。これも私のと同じかと思ったけど、ちょっと小さめのトラバイユーズ。すごくかわいい紅白の缶と白いキャニスター。これはオベルネシリーズのミルクピッチャー。かわいいですね。夫がついに絵を買いました。じゃん、買ったのね。はい。多分本当のスネパオリジナル。Mais mignon ça. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Pourquoi pas? 60 euros. Non, 40 euros. いいと思います。そしてこのお店で見つけたのがリュネビルの縁がレースのお皿のコンポチエ。キューンズ、どっちがいい？キューンズ。どっちがいいかな。じゃん。はい。買いました。ほら、これです。レースのコンポチエ見つけました。小鳥とヒイラギの綺麗なバルボティンヌのお皿。こちらの店にも色とりどりの綺麗なバルボティンヌのお皿や花瓶が並んでいますよ。牡蠣用のお皿にアスパラ用のお皿。とっても綺麗。最近はなんだかバルボティンヌの綺麗なお皿に惹かれます。あ、さっきの小鳥とヒイラギですね。そしてここがまるで激安ショップ。綺麗な青い大きな花瓶が8ユーロ。これ25ユーロ。今度は少し大きな別の通りに出ました。このお店にも素敵なものが並んでいましたよ。地面に広げられた布の上にかなり数の揃ったブルーと白のセットの食器が。洗ったらきれいになりそう。かなり人手も多くなってきましたね。このお店にあったのは白とブルーの1マスの柄のキャニスターとポット。Bonjour madame. Bonjour. Vous vendez combien ça? Ça, je la fais 75. 75. でもポットは75ユーロ。私には高すぎました。あそこにあるのはなんと陶器のスパイス用の棚。でも早くカフェに来たい夫にせかされてお値段が聞けませんでした。コーヒータイムを終えてカフェから出てすぐに見つけたのがこれ。リュスチュクルの壁掛けキャニスター。そして同じリュスチュクルのティーポットも。C'est à vous? Oui. Combien? Celle-là, elle est à 15. 15. Et ça, c'est 25. Ah, c'est 25. 15. 15. Négocier. Prends-le à 10. Madame, 10. Non, madame, 15. 15. Elle est belle et on n'en trouve pas des comme ça, des petites. 20
20. OK, j'ai Et ça, non non。 Vous repasserez tout à l'heure. はい、買いました。好きなこれです。ティーポットは諦めて壁掛けキャニスターだけ20ユーロでゲット。また先へ進みます。すると地面に置いてあったカゴの中にクレイユ・モントローのこのお皿が。メゾン・ド・ファミーユやフォワード・シャトゥでも買えなかったこのお皿、それがたったの5ユーロ。でも縁にちょっと賭けがあったので断念。C'est con. Ouais, mais tu vois, elle est toute piquée là. Elle est toute piquée. Kawaii. かわいいホーローのポット。リュスチュクルみたいな市松の模様のミルクポット。なんて綺麗なスープ入れ。このお店にも美しいものがたくさんありました。すごいかわいい。見て、こう。これ、ホーローのポルトサボン、洗剤入れです。惜しい。50ユーロ。ここはバーベキューのレストラン。そろそろお腹が空いてきたけど、もっと見たい欲求が勝ちました。もう少し進みます。かわいいブルーのキャニスター、プラスチックに見えるけど陶器でした。そして箱が地面に並べられたこのお店、こういう中を探すのが楽しいんです。地面に並べられた箱でもここはきれいに入れられているので見やすそうですね。美しいお皿がたくさんありますよ。何か掘り出し物に出会えそうな予感。そしてこれ見つけました。最近私が探していたジアンのポント州のシリーズです。おいくらでしょうね。
なんと驚きの10ユーロ。さすがアミアンの飲みの市。そしてこれもあのクレイユモントロー。これは大きい深皿。きっとお高いんだろうなぁと少し躊躇してしまいましたが、これも驚きの6ユーロ。ここで一旦ランチタイム。ポネケ本舗。そしてなんとここで夫がどうしても次は美術館に行くと言い出しました。まだ見たいのに仕方がないですね。お付き合いしましょうか。Just as I held it, letting her know it. ポネケ本舗。前回コンポチエを買ったこのお店にはどうしても来たかった。でももう店じまいが始まっていました。やっぱり遅すぎました。それでも何かいいものが残っていないかと必死に探しましたが、ここ一面にお皿が並んでいたのだろうと思うと本当に残念。また次回ですね。もうほとんどの店が店じまいを始めてしまいました。今回のアミアンの飲みの市ももうおしまい。電車の時間までカフェでコーヒーを飲みながら待つことに。カフェクレームの生クリーム添え。6 heures du matin, voilà. Donc ça c'est une vraie gravure, t'as la marque de la plaque. Et ouais, elle est peut-être d'époque, je sais pas. Ouais. Bon, elle est pas, c'est pas un premier état, 18e siècle. 10 €. C'est original? Peut-être que c'est, je sais pas. Sur Hugues. Ouais, non, 1716. おめでとう。ポネケ本舗。帰りの電車に乗りました。なんか工事があるので直通で行かないそうです。途中で一回乗り換えますが、パリへ帰ります。とっても楽しかったです。本望ゾーンに帰りました。予算ないですけど、また次も楽しみです。ポネケ本舗。こんにちは、ポネです。今回は私がフランスで最高の飲みの市と思っていますアミアンの飲みの市へ行ってきた様子をご覧いただきました。やっぱり最高に楽しかったです。このアミアンの飲みの市、たった1日だけの開催なんですが、前回と違いまして今回はその前日からアミアンに入って1泊して飲みの市の当日を迎えました。どうして全泊したかと言いますと、このアミアンの飲みの市、たった1日しか開催日がないので、前日の夕方からお店さんたちはお店を設置して品物を並べ出します。ということで、飲みの市がお好きな方はその前日のお店さんが品物を並べ出す、
その時を狙っていらっしゃるというのを聞いていました。私はこの夏少し体調を崩していて、今回のアミアンの時はいけるかなとちょっと不安でした。ですが今版画にハマってますうちの夫が自ら率先して一泊するための宿泊施設も往復の交通手段も全て夫が一人でいつの間にか予約していました。でおかげさまで体調も崩れることなく無事に行くことができました。このアミアンの飲みの市なんですが、かなりファンが多いそうです。私も一度行ってもう大好きになりました。その理由の一つが美しいアミアンの街中に広がっているアンティークのお店ですね。街の中を散歩するとどこへ行ってもお店があるので本当に一日中楽しめます。そしてもう一つがパリに比べるとかなりお買い得なお値段です。予定では朝の4時に起きて夫と一緒に飲みの市へ出かけるはずだったんですが、普段遅寝遅起きの私は寝つくことができず、結局夫は4時に出かけて私はもう少し頑張って眠ろうと思ったんですが一睡もできず、当日は徹夜でした。それでもやっぱり楽しさで気分が高揚していたので疲れは全く感じませんでした。私はぜひ皆さんにも機会があればこのアミアンの飲みの市行っていただきたいなと思っています。前回のアミアンの飲みの市の時は電車で行ったので駅から歩いて行くコースで回りました。ですが今回は前日入りで1泊しましたので、その宿が駅と反対方向にありました。ですので今回は前回とは違った方から少しずつ見ていったんですが、見てるうちにどこを歩いているのかわからなくなってしまって後から気がついたんですが、前回見た駅の方面を全く見ていませんでした。ですので夫と次回はうまく全部を回れるようにしたいねと話していました。今回行きはバス、帰りは電車にしました。なぜかと言いますとバスはとっても快適でお値段もかなりお手頃です。どうしてもアミアンの飲みの市の日はパリに戻る車が混雑します。ですので渋滞に巻き込まれる可能性があるということだったので帰りは電車にしました。もうすでに来年の春のアミアンの飲みの市が待ち遠しくて仕方がありません。まずはこれクレイエ・モントローです。裏はこんな感じで、今回はこのお皿1枚5ユーロというのを見つけました。ですがちょっと賭けがあったのでそちらは買いませんでした。でこちらこんな感じの大きい深皿です。これでたったの6ユーロでした。で最初に6ユーロっていうのを聞いてあまりの安さにびっくりしてしまってお金を支払う段階になって5ユーロではどうでしょうと言ったんですが、もちろん断られてしまいました。でもまあこれで6ユーロなので私はとっても満足です。そして次はこれです。リュネビルのこのお花のシリーズで縁がレース状になっているもののコンポチエです。確か2つで25ユーロでいいよと言われたのかな。ですが、持って帰るのも大変ですし2つはいらないなと思ったので1つだけで15ユーロで買ってきました。ようやく見つけることができました。とっても嬉しいです。そして次がこれです。ジアンのポントシューです。裏はこんな感じです。私の動画をずっとご覧いただいている方は記憶にあると思います。以前このポントシューのジアンのシリーズがまとめて150ユーロで売られていたんですが、その時は予算がなくて買えなくて後からかなり後悔したものです。それ以来これを飲みの市で探していました。これでなんと10ユーロでした。地面に置いてある
何が入ってるかわからないような箱の中から見つけました。これが見つけられて本当に嬉しいです。そしてこれです。このブルーと白の放浪のチェック柄のシリーズです。そのポットです。これもう一つアミヤンでは見かけました。そちらは確かお値段を伺った時に65ユーロと言われたような記憶があります。そちらはかなり状態が良かったです。これは少しこんな感じで錆が目立っています。本当に駅に向かって最後に帰る時、もう一度見ながら歩いているとこれが目に入りました。最初は30ユーロだったんですが25ユーロで買うことができました。実際に、飲み物に使う予定はないので、この錆具合も可愛いかなと思って買ってきました。そしてその同じシリーズのこの壁掛けのお塩入れです。これはちゃんと木の蓋もついています。私はこのシリーズのキャニスターとピッチャーも持っています。このシリーズの小さいティーポットもあったんですが、少し大きめの放浪のハゲがあったので今回はやめておきました。また出会いがあることを期待してます。そして最後がこの調理道具をかけておく壁掛けのもの、フランス語だとポフというスタンシルです。これ私も持っている BB 社の放浪のシリーズのものです。裏にマークがあります。もう一つこの BB 社でないものも持っているので、私は2つ目になりました。夫にまた同じものを買うのかと言われましたが、これは別物ですよね。そしてこのアルミのフライ返しですとかはこれと一緒についてきたので一緒に買ったものです。そして最後にこのミルクジャーかな、これはさっきのポフというステンシルと一緒にまとめて買いました。この2つで30ユーロにしていただきましたが、これ1つだと8ユーロで売られていました。私の動画の中でもう一つこれに似たものが登場しました。あれは、蓋がちゃんとついていて30ユーロでした。でもこれも可愛いですよね。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。